皆さんこんにちは、ゲオです。今日もイケてる車載ガジェットを紹介していきたいと思います。本日の製品はこちら、アトトさんから発売しているポータブル車載スマートディスプレイ P10 のご紹介です。こちらの製品はですね、ワイヤレスで接続することのできる Apple CarPlay や Android Auto、これらにはもちろん対応して、さらには 4G LTE のモバイル回線の通信もできます。さらに前後のドラレコ機能もこちらに備えていて、それに加えて AI のボイスチャット機能まで備えています。横長の10インチのディスプレイを搭載したポータブルナビゲーションという位置づけではあるんですが、Android で動作をしているので拡張性がめちゃくちゃ高いんですね。ということで今日はこの製品を皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは行ってみましょう。製品を開封していきたいと思います。箱を開けるとこのように中央に本体が格納されています。こちらなんとこの10インチの筐体、横長のディスプレイなんですけれども、上にはですね、これ車内のカメラがついています。反対側、こちらにもカメラがついていて、これは前方向を収めるものですね。ということで、車内と前方、車外を映すカメラがこちらに備わっています。取扱説明書は日本語。シガーソケットのアダプタ。36W と 18W の2ポートの出力です。SIM カードが入ってるんですよ。本体設置用のスタンドですね。そしてこちら、不思議な形をしたデバイスが出てきました。こちらはオートナップというアクセサリーです。P10 には標準で付属していますが、これがこの P10 の快適動作を支える一つのキーアイテムとなっています。その他、ケーブルや設置用のテープなどが入っています。まずはちょっと試運転という風な形で、卓上でね、使えるような形として設置をしていきたいと思います。カー用品では、よく見られるこのカチッとはめるような接点がついているので、ここに P10 本体の裏側にある接点をつけてあげて設置を行います。よし、OK ですね。台座の方に本体を取り付けると、このような形で装着ができます。この設置のアームはかなり多関節となっていて、こういう風にね、いっぱい関節があるので、ダッシュボードの上とかに設置する場合は、こういう風に折りたたんで、場所を取らず、かつ低く設置することもできたりします。ダッシュボードの上に置いて、その上で、ちょっとね、下の位置に置きたい時とかは、こういう風な形で、この接地面から少し下に本体を設置するような、そういった動作もできるので、ここのね、自由度は関節かなり効くのではないかなと思います。続いて P10 を動作させるための電源周りです。こちら、付属している Type-C のシガーソケットのアダプタですね。こちらを使って、シガーソケットのアダプタから直接本体に向けて電源を取る。そういうことももちろん可能です。もう一つの選択肢はこちら。オートナップというアイテムです。こちらはアトトさんが独自に開発したカップホルダーに入る形の手元操作デバイスですね。形はね、こうやってカップホルダーに入るタイプの作りになっていますが、おおむねこのハンドルとかについてるハンドルリモコン、あれと似たような動作をすると考えてもらって大丈夫です。ボタンが都合7つほどついていて、ここにはダイヤルなどが備わっています。ダイヤルで音量調整をしたり、音楽の再生停止のボタンや、次の曲に送る、戻すといった動作、主要な動作をこの手元で行うことができます。真ん中のこの顔がついたマークの部分に関しては、AI ボイスチャットの起動のボタンになっています。でですね、こちらのこのオートナップには 2000mAh 超のバッテリーが備わっています。ナップというのは短い睡眠を意味する、英単語なんですけれども、このオートナップを挟むことによって
電源供給が一定この P10 に対して行われるので、エンジンを切って商業施設であったりコンビニだったりそういったところに行った後にもう一度エンジンをかけた時にオートナップの電力で自動でスタンバイに入ってくれているので、待ち時間がほぼゼロという風な形でこの P10 を起動することができる、そういったデバイスになります。バッテリーを内蔵した手元のリモコンという風な形ですね。それでは試運転を始めていきたいと思います。P10 本体にオートナップから出ているケーブルをつないで、オートナップから出ているケーブルはシガーソケットの方につないであげます。すべて Type-C でやり取りをされています。起動するとこういった形になります。これは現在ホーム画面になっていますが、このようにウィジェットがね、いろいろ立ち並ぶような状態になっています。私がいろいろ届いてからカスタムした状態なので、今はウィジェットしか配置されていないんですけれども、こういった形でね、Android なので、ウィジェットをこういう風に動かして自由に設置することもできたりしますし、例えばフォトとかいうこういうね、アプリをこう、ホーム画面上に配置することももちろんできます。Android なので、こう上から落とすとね、こういう風な形で Android の通知センターがこのように見ることができたり、また左の上から下ろすと、コントロールセンターですね。Bluetooth や Wi-Fi などの操作をここで行うことができます。画面の輝度の調整もこうやって手動で行うこともできますし、その他この P10 についてはディマーセンサーを備えているので、明るさは周囲の状況に合わせてこう自動でね、強弱を強めてくれるので、トンネルの中とか夜とか昼とか場所が変わっても明るさがちょうどよく使うことができます。 Android としての動作についてはもう皆さんが見知った通りだと思います。画面上のこういったボタンを使って戻るとかホームボタンを使うこともできますし、こうジェスチャーですね、こういった形でアプリの一覧を開いたりアプリの履歴を開いたり、その中をこう前後するという風な、本当にね Android でできる一般的なことが全てできるようになっています。そして今こちらでは Google の Play Store を開いています。 Play Store 経由で手に入れることのできるアプリは基本的にこの P10 に入ると思っていただいて問題ないと思います。こういった形で好きなアプリをインストールすることができます。後で紹介しますが、この P10 には SIM カードを突っ込んでいます。例えばこの SIM カードを管理する用のこれビッグロープのね、SIM カードを入れてるので、その SIM カードの管理用のアプリを入れてたり、もう普通にね動作しますよ。横長なので UI がちょっと見えづらいところはありますが、基本的に Android で動くアプリは大体見れると思っていただいて大丈夫だと思います。では、いろいろと特徴を紹介していきたいと思います。特徴その1は、ワイヤレスで使える Android Auto と Apple CarPlay です。これはね、こういったポータブルの車載スマートディスプレイにはもう共通している機能かと思いますが、このディスプレイ上に Apple CarPlay などを表示させることができるわけですね。これも設定を済ませてあるので、Android 上に CarPlay AA という風なアプリとして存在します。なので、Android の上でこの CarPlay 用のアプリが動いているような、そういったイメージです。これ、今、CarPlay 側の画面に入ってきました。こういった形でね、よくある CarPlay の動作がそのまんま使うことができます。こうやって YouTube Music とかにね、アクセスしたり、みたいな使い方ができます。続いて、先ほどちらっと触れましたが、LTE のインターネット、4G のインターネット接続が、このディスプレイオーディオ単体で行うことができます。これ私設定をしてあるんですけれども、こうやって設定に入っていくと端末情報などをここで一覧することができます。ワイヤレスインターネットの設定です。設定項目の一番上には、ワイヤレスインターネットの設定項目があります。この P10 をインターネットに接続する方法は3つあります。1つ目は Wi-Fi 接続。2つ目は 4G LTE によるモバイル通信。3つ目は Bluetooth テザリングです。皆さんもお手持ちの通信方法に合わせて選択していただければと思いますが、一番便利なのはモバイル通信ですね。この P10 には SIM カードスロットが備わっています。お試しでさっき見せた通り SIM カードもね、ついていたりします。
SIM カードを直接挿すことによって通信をこの P10 単体で行うことができるので、 Android のアプリを入れてあげて、そして通信機能も持たせてあげるということで、完全にスマートフォンと同じような使い方ができる、そういうわけです。 YouTube を見てもいいですし、ナビアプリを使ってもいいし、そういった形で車内のエンターテインメントのハブとして使うためにとても重要な機能なのかと思います。で、ここで一つ皆さんにチップスなんですけれども、SIM カードを挿した時に APN という接続先の設定を行うじゃないですか。で、Android だったらモバイル通信のところから APN 設定のメニューがあるんですけれども、この P10 について初期状態では APN 設定を行うためのメニューがなぜか隠されてるんですよ。なんか裏メニューになってます。で、APN 設定を行うためのメニューを出す方法は、この Wi-Fi マークありますよね。このマークを4回タップすると APN 設定をするためのメニューが出現します。なんか裏技みたいになってるんですけど、それをやるとお手持ちの SIM カードの APN 設定をこの P10 に流し込むことができるので、SIM カードを使いたい方は必ずこの設定をチェックしてください。そして特徴3つ目です。3つ目の特徴はですね、ドラレコ機能なんですね。さっきから左側映っていますが、これはウィジェットでこういったウィジェットを設置しています。前方の映像を映すようにしてます。指が出てますね。中に入るとこのような形です。今スプリットのビューにしているんですけれども、左側は前方、右側はこれ私が映ってますね。はい、車内の映像が映るようなモードにしています。片方だけね、映すこともできますし、もちろん中だけを映すこともできます。カメラは手前側と奥側両方についていて、手前のこのカメラについては赤外線カメラになっています。こういった明るい環境で撮る分には自然光でね、照らされて私の姿もくっきり映っていますが、夜間暗い中ドライブしていると自然光とか何もないので真っ暗、顔なんか映らない、そういった状態です。ですがこちらの P10 については室内側のカメラは赤外線カメラになっているので、真っ暗な中でも鮮明に車内の状況を記録することができます。これね、万が一事故とかが起きた時に車内の人たちの状況であったり、このサイドのガラスを通じてこの真横のね状況がこの車内のカメラで記録することができたりするので、こうやってね、車内カメラはね、あると便利だと思います。4つ目の機能、それは AI ボイスチャットです。アプリの名前としてはドライバーチャットという風な名前になっています。こうやってボタンで起動するのではなく、ここでさっきのオートナップが出てきます。オートナップの真ん中のボタンを押してあげると AI チャットを起動することができます。運転中などもこのボタンを押してあげることによってハンドルから手を離さず、目線をこうね、自分の運転の景色から離さず AI にいろんな調べ物をしてもらうことができるわけですね。じゃあちょっと AI に聞いてみましょうか。ドライバーチャットの起動の方法はこのボタンを長押しすることです。そうするとこの辺にある美味しいラーメン屋さん知ってる？近くのラーメン屋を見つけました。裏でチャット GPT が動いているらしく、現在の位置情報を確認してこの辺にあるうまいラーメン屋さんを探してくれるみたいです。そのままナビゲーションまで設定してくれますね。どこがセットされたんだろうか。これね、どこに行くのか説明してくんないですね。ドライバーチャットの案内だと豊洲の千客万来施設に案内をしてくれました。ということでドライバーチャットを活用するとナビゲーションのセット、これ結構煩わしい作業だと思いますが、これをね簡略化することができたりもします。天気とかもね聞いたら教えてくれたりするし、裏で動いてるのはチャット GPT みたいなので、結構柔軟に活用することができるのではないでしょうか。使い手のアイディア次第で様々なことをこのドライバーチャットに頼むことができるかもしれません。それではね、設置をしていきたいと思います。さっきね、場所合わせを軽く行いまして、この場所あたりこんな感じでいいのかなと思います。よし、じゃあこの
裏側のこいつを剥がしていきましょうか。OK! 設置完了です。いい感じに設置ができました。こんな形でカメラ前方よく映ります。室内側もこんな形で映してる私がね、映すことができます。これ、前後方両方とも録画がされてるというわけですね。Android 側のホーム画面はこんな感じ。そして Apple CarPlay に切り替えるとこういう風な感じですね。音楽のね、チェックとかもやってみたんですけど、問題なくね、普通の YouTube Music とか LINE Music とかが流すことができたので、それも OK でしょうと。YouTube もこんな形で YouTube アプリをそのままね、開くことができるので、こうやって、これね、私の動画なんですけど、160円。なんだここは。こういった形で YouTube 流してるんですけど、Bluetooth と映像の音ずれもなく、いい感じに見ることができています。画面もこうやってね、最大化すると結構なサイズ感になるので、休憩中とかにね、動画を見るにはかなりいいんじゃないかなと思います。おそらくこういった車載のスマートディスプレイで主に使うのって、ナビゲーションと音楽と YouTube とかそういったところかなと思います。YouTube もナビゲーションも結構いい感じに表示がされて、こうやってドラレコの代わりにも使うことができると。で、これね、単体で通信もできて、Apple の CarPlay も無線で接続が可能。結構いい感じになりましたね。オートナップの動作イメージも見ていきましょう。起動した状態、Bluetooth でこのオートナップを P10 に接続してあげるという風な、そういった使い方をします。オートナップにはいろいろ機能がついていて、ボタンの短押しと長押し、それぞれで別々の動作が割り当てられています。短く押した時の動作はこの上の段に書いてあるものですね。例えばこの左の真ん中のボタンについては、長押しした時がカメラの前方、短く押した時はメディアの再生の一時停止と再生開始、右側真ん中のボタンについては短く押すと Apple CarPlay や Android Auto を起動するボタン、その下は車内側のカメラを映すボタンです。ではちょっと実演してみましょうか。ここね、今から長押しします。長押しすると、はい、こういった形で映像が切り替わりました。ちょっと同時に映せないので、オートナップを使って手元で車外カメラに映してみます。こんな感じですね。オートナップを使ってホーム画面に戻ってみましょう。はい、こんな感じです。他、カープレイの起動とかね、こんな感じで。こうやっていろんな画面を手元の操作で行き来したり、音量調節をできたりする、そういったデバイスになります。じゃあちょっとね、少し走ってみようかなと思います。パピッと東雲に行きたい。パピッと東雲へナビゲートします。進みます。いいね。よし、じゃあちょっとこれで試していきましょう。自宅への経路を案内。信号で方向。ナビはやめて、こういった形で車内と車外のドラレコを映してみました。ドラレコの機能についてなんですが、この車内を映すモード、なかなか鮮明に映ります。
画面がどれだけカメラで見えてるのか分かりませんが、この車内の録画の映像、運転席を全て映すのはもちろんのこと、このサイドのドアガラスを通した外の景色も映ってますよね。また後部座席の雰囲気もしっかり映っています。おそらく完全に赤外線カメラモードに切り替わったものと思われます。こんな形で、白黒にはなるんですけれども、しっかりね、顔の特徴とか口の動きとか全部捉えられてると思います。なのでやっぱね、車内の映像を記録しておくっていうのは、証拠、事故の時のね、証拠っていう意味でも大切ですし、これお子さんがね、後部座席にいるとか、そういうケースとかだと、ここに補助ミラーつけてるお母さんとかたまにいるじゃないですか。それをね、こういうので代わりにするのもありかもしれないですね。お子さんの状況をこう後ろ振り返って見るんじゃなく、モニター越しで見れるので、これはこれでありかなと思います。使い方として。操作説明や走行動画いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたアトト P10 はワイヤレスで使える Apple CarPlay、Android Auto に対応し、そして 4G LTE でのモバイルインターネット接続、これに対応。さらには車内、そして車外、どちらとも対応する独自のドライブレコーダー機能を備えています。そして4つ目、運転しながら使えるドライバーチャット、オートナップと組み合わせることで安全に運転をした状態で様々な情報を得ることができます。今回ご紹介しましたこのアトト P10 に関してアトト公式さんからなんと特別クーポンをいただいています。概要欄には Amazon のリンクとアトトさん公式のウェブサイト、公式通販ページ、どちらのリンクも貼っています。どちらでも使えるクーポンコードになっていて、その割引率は 30% です。結構な割引率ですね。現在の販売価格は10万円台です。ここから3割引き 30% オフのクーポンが適用されるので、おおよそ7万円台あたりで購入することが可能と思われます。ポータブルナビ製品としては少し値が張るかもしれませんが、先ほどご紹介したような様々な機能が備わっています。気になった方はぜひ、公式ページまたは Amazon どちらかのページからアクセスしてみてください。多分ね、公式ページの方が少し安いと思いますよ。この動画が良かったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のポチ、これもお願いします。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。